内田すずめです。アーティストです。個展のタイトルが本当の君でいいなんですけれど、まさにその通り。その中で何を書いてるかっていうと、自分自身の妊娠出産の体験を描いていて、20代後半30代前半、もう何年もずっと子供を欲しいという気持ちになれなくて、それはやっぱりなんて言ったらいいのかな、やっぱり自分のことが全然好きになれなくて、こんな自分が子供を育てる自信もないし、自分のところに生まれてきてしまった子供がかわいそうなんじゃないかとか、いろいろ悩んでしまって、全然子供が欲しいと思えなくて、でただ生物ってやっぱり子孫を残すっていうことが本能として植え付けられてるらしいじゃないですか。そこからそれた考え方をしてしまう自分って普通じゃないのかなとか、やっぱダメな人間だなとかすごい落ち込んでたんですけど、でも27歳から絵を描いて発表するようになって、その中ではやっぱり私のその時その時のリアルな体験っていうのを描いてきたんですね。リアルな自分の思いっていうものを託した絵画をお客さんだったり友人だったりがすごく大切に受け止めてくれて、私は絵を描いて発表する中でつながった人たちのおかげで、こんな自分でも生まれてきてよかったんだって思えたし、絵を描くことを諦めてたけれども、もう一度描いてよかったなって、で本当の自分を絵にしてそれを受け入れてもらえて、こんな私だったら大丈夫かもしれないっていうふうに少しずつ自分のことを好きになれた。どんな生き方でもどんな選択でも自分自身がそれでいいんだって納得できればいいんじゃないかなと思っていて、でただその納得するためには、じゃあ何が本当の自分の気持ちなんだろうっていうところを見つける作業がおそらく必要で、ただその中で見つけられた本当の自分っていうものがそのまんまでいいんだよっていうことを昔の私にも言い聞かせたいし、似たような体験をしたり今苦しんでいる人がもしいたとしたら、やっぱりそのまんまでいいんだよって伝えていきたい、そういう思いが今回の個展には込められてるかなと思います。子供を産むにあたって私は体外受精をしたんですよ。人体から卵子と精子を取り出して、それを人の手によって合体させて、でその受精卵を試験管の中で凍結させるっていう、経験があったんですよね。その経験がこの絵を描かせてるんですけれど、女性っていう性別に生まれて、そういう肉体で今までやってきたわけで、それってやっぱりその女性の肉体を持っていない人、男性には100%の理解っていうのはやっぱり難しいんだろうなっていう、分かり合えないんだよなどうしてもっていうのが、多分その額縁の中で回り続けている精子を描いた理由だと思うんですよ。この額縁はその既製品を自分で塗装して、で彫ってあるんですけど、この精子は全部ここの間にやっぱり溝があるじゃないですか。やっぱり私のこの精神世界には男性は入り込めないっていう、外側で回り続ける精子と女性らしき影みたいなところかな。絵の中では正直に痛いと思ってるし、嘘は書かないし、私のリアルを出そうと思って努めているけれど、っていうか出ちゃうんだけど、もう「おえ!」って出てきちゃって、それをキャンバスが受け止めるみたいな
感じだけど、私の絵はちょっと説明はできないな。鳩、私が飼ってた白い鳩が亡くなってしまって、大切な存在だったから、亡くなった後にね残しておきたいなと思って描き続けてるシリーズなんですけど、で変わってこちらカモメ。ずっとこのシリーズ長年描いてたから、このカモメの作品を2013年に発表した時にお客さんから「すずめさんが生きてる鳥描いたとこ初めて見ました」って言われて、そうかもと思ったんだけど、作品ってね、描いてる最中とか描き終わったばっかりって全然客観的になれなくって、本当にこの絵がいい絵なんだろうかって自分の中で確信が持てないんですよ。だから本当にこう展示が始まってもずっとそわそわした気持ちでいるんだけど、でもなんだろう、やっぱりこう見てくれるお客さんのおかげで力をもらえるというか、描いてよかったなって思えるんですけどね。このカモメの絵は実は2023年に全く同じ構図で大体同じ色合いで、すでに発表しているもので、その絵は何だろう、なんて説明したらいいのかな。とある方が買ってくださったんですよ。で所蔵してくださったんですけれど、周りの人によるとそんなになんかこうポンポン作品を買うタイプの人じゃないよあの人って、珍しいね買ってくれたんだって、何かがピンときたんだろうねみたいな風に言ってもらえて、でその買ってくださった方になんでこのカモメの絵を手にしてくださったんですかって聞きたいなって思ってたんですけど、すごい忙しい方だったから、聞けずにいたし、また機会があれば会って聞けばいいやぐらいの気持ちでいたんですね。でいたんだけど、悲しいことに突然亡くなられてしまって、まだお若い方だったんですけど、でそれでね、なんでこう持ってくれた、何をこの絵に対して魅力に思ってくれたのかなっていう答えが聞けないまんま別れちゃったから、それが本当に心残りで、だからなんだろう、こう聞きたい時に聞かなきゃダメだなって思ったし、会いたい時に会いに行かなきゃダメなんだなっていうことをね、なんかカモメの絵を見てると思い出しますね。他の絵、そのカモメ以外の絵2つあるんですうん。けど、それは人両方人が描かれてる。そうね、なんかね、そこで言うとね、なんか私の中ではここら辺ってこうお盆とか天国のシリーズなんですよ。黒い絵一点見ていただいたじゃないですか。あそこにこう女性らしき黒い影が映ってたと思うんですけど、こっちは白い影でも多分どっちもこう目には見えないんだけど確かにいる魂みたいなものをきっと感じていたり信じたりしていて、それが描かせた絵なんですよね。だからもう会えなくなっちゃった人にまた会いたいなみたいな気持ちかもしれない。それも今回の個展には。出すんですよ。でもなんだろうな、自分の中ではつながりがあるんだけどね、なんかこうどうなんだろうな。本当今回ね、いろんなタイプの絵が出ますね。作家としてこういう風に活動していきたいとか、あなんか理あ、想像じゃないけど目標みたいなのってあったりします？98歳まで生きて作品を残し続けたい。あ、それなんで98歳なんですなんかルイス・ブルジョワっていう六本木ヒルズに大きな「ママン」っていうタイトルの雲の彫刻があるんですけど、あれを作った作家さんが98歳で亡くなってるんですけど、それに憧れて長生きしたい、元気で長生きして作品をたくさん残していきたいな。なんか
なんだろうな、私もともと会社員やってて体壊して辞めて絵描き始めてっていう道のりだったんですよね。でなんかそのなんだろうな、こう会社辞めたっていうことがかつてすごくコンプレックスで、社会に対して何もこう還元できない、働けない自分っていうのがすごい、なんだろうな、悲しいというか責めてたんだけど自分を。でもなんか絵を描いて発表するうちに、これが私のこの世に生まれた役割かなっていうふうに思えるようになって、だからなんだろうな、本当にシンプルに、なんだろう、私はこう絵を描くときに誰かのために描いてるっていうよりは、究極自分が描きたくて描いてるだけではあるんだけど、でもなんだろう、必ず明るい方に歩いていけるように、自分自身も見てくれる人もちょっと元気になってくれたらいいなみたいな気持ちはやっぱり真ん中にあるから、そういうものを作り続けられたらいいなと思ってます。